ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、座学をしていきたいと思います。今日ですね、皆さんと勉強する内容は、液酒、いわゆるポーリッシュ法と言われる発酵酒について学んでいきたいと思います。まずはですね、こちらの液酒をですね、作っている工程の動画がございますので、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。とてもね、簡単だったと思います。こちらのポーリッシュ法なんですけれども、まずなんでポーリッシュ法って呼ばれるかと言いますと、ポーランドで作られた発酵酒になります。だからポーリッシュっていう風に呼ばれています。ポーリッシュ法は発酵酒法の一つになるんですけども、発酵酒っていうのはあらかじめですね、配合ベースになる粉とか酵母とか水をある一定量使って事前に発酵させています。それを本骨で入れることによって作る方法を発酵酒法っていうふうに言います。そしてポーリッシュ法の基本的な使い方なんですけども、総量の粉 100% に対してだいたい20から 30% の粉を使用します。それを1と考えて水を1入れます。例えば粉が100であれば水も100入れます。それに合わせてだいたい酵母、インスタントドライイーストであれば 1% のドライイーストを入れます。ですので、例えば粉の総量が1000だとすると、粉がだいたい200から300、それと同量の水200から300、それに対する 1% のインスタントドライイースト 2g から 3g を入れることになります。それを先ほどの工程の動画のように混ぜて発酵を取ります。そしてそこから基本的には16時間から24時間冷蔵庫で発酵させます。それを本骨に入れることによってボリュームの出るパンを作ることができます。ですが、液酒法って言っても2つありまして、先ほどお伝えした冷蔵庫で一晩かけたオーバーナイトの液酒法っていうのと、あとは短時間液酒法ってあります。これはですね、混ぜて2時間から3時間常温で置いていて発酵させる。それを本骨に入れるっていう方法もあります。ですので、ポーリッシュ法は2種類の長時間法と短時間法が存在します。そして次にですね、ポーリッシュ法のメリットなんですけれども、まず長時間ポーリッシュに関してお伝えします。長時間ポーリッシュは低温で熟成発酵させてますので、風味、そして水和がしっかり取れてます。ですので、風味を生かすようなリーンな生地やハード系のパンに向いてます。そしてしっかり発酵した液酒を入れるわけですし、ボリュームもしっかり出ます。ですので、ボリュームのあるハード系を作ることができます。ですが、もちろんデメリットもあります。液酒っていうのは基本的に少し行き過ぎた生地を入れるわけです。ですので、糖を 100% 酵母が使い切っているので、少し味の抜けたパンにはなります。そしてあとはですね、液酒を作るっていうのに手間がかかるので、時間がどうしてもかかってしまいます。そして次に短時間ポーリッシュのメリットをお伝えします。こちらはですね、だいたい2時間から3時間ぐらい発酵させて使うものになるので、しっかりですね、酵母が動いた状態になります。ですので、その酵母が動いた液酒っていうのを膨張剤の代わりに入れる。そうすると、すごくですね、ボリュームのあるパンが焼くことができます。
ですのでソフトなパンだったりリッチ系のパンに使われることが多いです。そしてもちろんこちらにもデメリットがありまして、デメリットは先ほどお伝えした通り、酵母がですねどうしてもしっかり動いている分糖が少なくなってしまいます。ですのでどうしても味が抜けたパンになりがちになってしまいますよね。だからボリュームを出したいと思ってポーリッシュ法を使ってもボリュームは出るけどちょっと味が抜けた、なんか味気ないパンだなっていう風になりがちです。ですのでそういったところも含めて配合を考える必要があります。そしてもう一つは長時間ポリッシュと同じように事前に発酵酒を作らないといけないので、どうしても手間そして時間がかかってしまいます。ですが発酵酒を入れることによって生地は安定して発酵も安定します。ですので扱いやすい生地になるっていうのは間違いないです。皆様こんな感じで伝わりましたでしょうか。僕のねこう喋り方がねあまりうまくないし伝わりにくかったところもあると思うんですけれども、こちらをですね今後の製パン作りに参考にしてもらえるととても嬉しいです。そして今回作ったポーリッシュは次回ですねパンにして皆さんに紹介したいと思っておりますので楽しみにお待ちください。本日は座学お疲れ様でした。これでね皆さんのパンレベルも1上がりましたね。これからもですねどんどん勉強していきましょう。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。